素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。人魚の学校シリーズの動画は愛知県名古屋市の人魚の学校の練習会風景をまとめたものです。前半でこの日のダイジェスト、後半で人魚の皆様の華麗な泳ぎに重ねて私のおしゃべりにお付き合いいただいてます。今回のテーマは究極の息止め、長く水中にとどまる方法です。マーメイドスイムを楽しんでいるあなた、もっと長く水中で泳げるようになりたくありませんか？できるだけ長く水中で泳ぐための方法を詳しく分かりやすくお話しします。2022年7月10日日曜日、愛知県名古屋市南区にあります日本外資アリーナ飛び込み用プールにて人魚の学校の練習会が開催されました。日本外資アリーナは5月から9月までの5ヶ月間はプールとして、11月から3月までの5ヶ月間はスケートのアイスリンクとして使用されています。プールの大きさは25メートル ×25 メートル。一番深いところで水深5メートル、浅いところで3メートルの水深となっています。水温は27度です。練習会は人魚の格好じゃないとダメ？ビキニを着るのは恥ずかしいと不安に思っていらっしゃいませんか？そんなことはありません。マーメイドテールで泳ぐ方、ビキニにフィンという格好で泳ぐ方、ワンピース型の水着、ラッシュガード、ウェットスーツを着て泳ぐ方、男性も女性もいろんな方がいらっしゃいます。人魚の学校は自由な校風で、シェリーナ先生もチェルシー先生も生徒さんの個性を大切にされています。服装について厳しいことは言われません。マーメイドテールもフィンもダイビングマスクもシュノーケルも有料ですがレンタルが用意されています。最低限ご自分の水着があれば OK です。マーメイドスイム初挑戦のためにウェア選びから始めてみるのも楽しいですよ。この日のマリダイバーは手作りのゴールドフィンカバーで泳ぎました。これは他の動画でもたびたびご紹介していますね。これまで10着以上いろんなマーメイドテールを作ってきたんですが、フィンの部分も含まれた一体型よりも腰から足首までの部分と足首から足先までのフィンカバーの部分が独立したマーメイドテールの方が使い勝手がいいなと感じています。フィンカバーだけで泳いでもいいですし、全部身につけてもいいし、他のフィンカバーと交換してコーディネートも楽しめますからね。そんなわけで個人的には独立型のマーメイドテールが好みです。また秋にでも別デザインのものを作ろうかなと思っています。さてここからは人魚の皆様の華麗な泳ぎを拝見しつつ、私のおしゃべりにお付き合いくださいね。今回のテーマは究極の息止め、長く水中にとどまる方法です。これまでもいろんな動画で息止めに関するコツなどをお話してきました。ただし単に息を長い時間止めることと水の中で長い時間泳ぐことは全く違います。今回は息を長く止めるだけではなく、特に水中で長く泳ぐことに焦点を当ててお話したいと思います。水中で長く泳ぐには5つのレベルがあります。順番にご説明しますね。レベル1、水に潜れるレベル。人魚の学校のチェルシー先生が以前こんな風におっしゃっていました。子供の時から泳ぐのは得意ですという方の方が注意が必要と。泳ぐのが得意とおっしゃっていても、深い水深のプールに初めて入るとずっとプールの壁にしがみついたまま終了になってしまうことも多いんです。水面を泳ぐことと潜って泳ぐことは全く違います。学生時代の水泳の授業の成績とかスイミングスクールの記憶は忘れてください。深い水深でゆったり長く泳ぐことと常に息継ぎしながら速く泳ぐことは一見似ていますが全く別の動きです。潜る技術は練習をしないと身につきません。水への抵抗を最小限にするためのダックダイブ、ジャックナイフ潜行とか耳抜きの方法、水面での呼吸法、一から習得しないといけません。変な例えかもしれませんが、長いこと車の運転をしているし、同じ道路の乗り物なんだからバイク乗ったことないけど簡単でしょうと思うぐらい無謀です。まず水に潜れることが大前提です。レベル2、無意識に潜れる。どうにかこうにか潜れるという状態では長く水中にとどまれません。ジャックナイフ潜行は腰を折り曲げるんだったっけ？耳抜きは潜ってすぐ？
それとも水深2メートル地点？こんなことをいちいち考えていたら脳が大量に酸素を消費します。同じく車の運転で例えますと、免許取り立ての時はまずシートベルトをつけて、ミラーを確認してブレーキ踏んでとか、一つ一つの動作を頭で考えますよね。でも慣れると体が勝手に動いてオートマチックに運転できるようになります。それと同じです。気がついたら勝手に潜っていたというレベルに潜水技術を身につける必要があります。何の苦もなく普通にスルスルーっと潜れるようになるまでひたすら練習です。数をこなすことが大切です。レベル3、3分息を止められる。長く潜って泳ぐ感覚は人によって違いますが、1分間が目安かなと思います。1分水中で自由に泳げるなら、サンゴや熱帯魚をゆっくり眺めたり、バブルリングやバブルキスなどもそれほど慌ただしくなくできます。1分水中で泳ぐためには3分息を止められないと難しいです。一般的に息止めの時間のだいたい半分から3分の1ぐらいしか水中で泳げないと言われています。例えば陸上で30秒しか息を止められない人はせいぜい10秒から15秒しか潜れません。それだとかなり慌ただしいです。潜った途端にすぐ浮上です。息を止めると苦しく感じますが、これは酸素がなくなるからではなくて、二酸化炭素が血液中に増えると苦しく感じるようになっているからです。息止めの練習をすると苦しみへの耐性ができる。苦しいことに長く耐えられるようになります。心肺機能の差はそれほど個人では違いませんが、精神的なものが大きいんですね。慣れてくると、このぐらいの苦しさなら平気かなと落ち着いて息止めできるようになります。ただし、お風呂で息止め練習は禁止です。万が一気を失ったら大変危険です。誰かが見ているところで行って、絶対に無理をしないでくださいね。レベル3、余分な動きをせずに潜れる。水中で泳ぐことに慣れていないと、一生懸命水をかいて潜ろうとしたり、足をバタバタ動かしたりして無駄な動きだらけなんですよね。どんなスポーツにも言えますが、上達するにつれて体の動きが洗練されてきます。最小限の動きで最大限のパワーを発揮する、効率の良い動きができるようになります。余分な動きをしないために大切なのは、早く動こうとしないことです。早く動こうとすると水の抵抗が大きくなって余計な筋力が必要になります。この点でも水泳経験がある人だとかえって不利になることがあります。早く泳ぐ訓練ばかりしていたので、ついついマーメイドスイムでも早く泳ごうとしてしまったりします。ゆっくりゆったり水と水の間を滑るように進みましょう。ただマーメイドスイムは見せる演技、お客様や他の方に楽しんでいただくために水中でのパフォーマンスをしますね。わざと足で水を跳ね上げて潜ったり、クイックターンでヒレを大きくたなびかせたりと余分な動きをすることもあります。これは仕方ありませんね。ただゆったりのんびり泳いでいるだけだと見ている人は退屈ですからね。このように意識的に演技をするのを除けば極力余分な動きを避けてください。レベル5、何も考えずに潜れる。潜るのも息止めも余裕が出てくると水の中で考え事をしちゃうんですよね。車の運転しながら今日のご飯何にしようかなーってぼーっと考えるのと似ています。考え事をすると脳が酸素を使ってしまって潜る時間が減ってしまいます。人間の脳は暇になると勝手にいろんなことが浮かんで考え事をしてしまう性質があります。脳の癖なんですね。これをなくすためには瞑想が最も効果的です。ここ数年マインドフルネス瞑想が流行っていますよね。何も考えないことは実は特殊技術です。瞑想のトレーニングをしてみましょう。ただここで詳しく方法を解説すると動画が長くなってしまうので、本やネット、YouTube の動画の解説を見て学んでみてくださいね。くよくよ思い悩んだりイライラ怒ったりしにくくなるので、マーメイドスイムに限らず身につけておくと一生の恩恵になりますよ。まとめます。レベル1、水に潜れる。レベル2、無意識に何の苦もなく潜れる。レベル3、3分息を止められる。レベル4、余分な動きをせずに潜れる。レベル5、何も考えずに潜れる。レベル1からレベル5まで
1分水中で泳げるようになるまで一歩一歩順調に練習しましょう。ただ、1分以上となると生まれながらの才能とか遺伝子的な資質、体質が関わってきます。プロのフリーダイバーのように厳しい世界で戦うとなると、努力では越えられない壁があるんですよね。でも逆に考えてみると、数をこなせば、練習さえすれば1分ぐらいならなんとかなります。そう考えると希望がありますよね。1にも2にも練習です。ご一緒に頑張っていきましょう。ではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。